皆さん、こんにちは。みきこです。私のポッドキャストを聞いてくれてありがとうございます。このポッドキャストは日本語勉強中の方向けにお届けしています。日本の文化や私が日々の暮らしから感じていることや体験したことなどを日本語で話しています。スクリプトはホームページに無料で公開していますので、よかったらそちらも見てくださいね。はい。今、私は下の子と私の両親の家で暮らしています。6月には引っ越ししたいなぁと思っているのですが、日本に戻ってきていろいろ忙しいので、今は私の両親の家でゆっくりさせてもらっています。上の子と夫はインドネシアにいます。そうなんです。夫と離れただけじゃなくって、上の子とも離れているんです。国際結婚をすると、どうしても住むところの問題が発生します。以前、エピソード35で国際結婚の話をしているので、よかったらそちらも聞いてみてくださいね。では、今日のテーマに入りたいと思います。家族と離れて暮らしてみて気づいたことについてです。まあ一言で言うと、まずは寂しいです。今まで当たり前にいた存在がいないんですからね。毎日一緒にいると喧嘩ももちろんしますが、離れていると喧嘩もしないですね。お互いの大切さに気づきます。寂しいですが、いい時間だなーって思っています。人は失わないとその大切さに気づかないところがありますよね。一緒にいられることは当たり前じゃないんです。うちの場合は長女がよく料理を作ってくれていましたが、今は長女がいないので私が毎日料理をしています。でも少し楽になったのはスーパーが近いし、調味料や食材も欲しいものがすぐ手に入るので、そこは楽になりました。インドネシアにいた時は日本食を作るのは大変でしたからね。逆にインドネシアにいる長女は私がいなくなって食器洗いや洗濯などの家事が増えて大変だと思います。そして長女は大好きな料理をしなくなったので、料理してママに食べさせてあげたいと言っていました。夫は外食も多いし、日本食も食べるものと食べないものがあるから、自分の分だけってなかなか作りにくいみたいです。美味しいってパクパク食べてくれる人がいなくなると、作りごたえもなくなりますよね。夫はインドネシアで会社を守って、私は日本で子供たちを守る。なんかこうして離れてみることで、家族ってそれぞれがそれぞれの役割があって、その役割を果たしているんですよね。パズルのピースみたいに、どのピースが欠けても形にならない。みんなそれぞれ大切な存在だったんだなぁと思います。先のことはどうなるかわかりませんけどね。また4人で暮らす日が来るのか来ないのか。とりあえず夫の会社は日本との関わりがあるので行き来はしますが、今は夫と長女がインドネシアで私と次女が日本。7月からは夫がインドネシアで一人で、日本では私と長女と次女になります。本当にどうなるんだろう。まあ、流れに任せてベストな形になるんだろうなぁと思っています。家族の形も変化していきますね。
もともとはラブラブキュンキュンな恋人から始まり、そこから夫婦という形になります。そして子供が生まれたら、今度は夫婦の形も変わっていきますね。母であり、女性であり、変化、進化させていきながら、家族というコミュニティを持続していくのは楽しくもあり、大変でもありますね。まあ、ここからの変化も楽しんでいきたいなと思います。私は今、日本に来て実家で父と母と暮らしているんですが、久しぶりに親に甘えられていることも嬉しいです。海外暮らしって正直孤独で辛いこともあります。私が住んでいたところは日本人は私たった一人だったんで、オンラインで友達とつながったり家族とつながれていたからなんとか生きていましたが、孤独で精神的に病んでいた時期もありました。離れている家族に辛いって言っちゃうと心配するかなと思って、両親には辛い話はしていませんでした。ですので、今は辛かった時の話も思い出として話しています。そしたら、あんたはいろんなとこ行くん好きやから楽しんでると思ってたわ。よく頑張ったなって言ってくれて、心が癒されました。私が両親に甘えているだけじゃなくて、離れていた間できなかったことや、年老いた両親のお手伝いもしています。このタイミングで帰ってきてよかったなって思っています。家族が離れ離れになってしまったことで、家族の大切さに改めて気づかされたこと、それから両親に思いっきり甘える機会をもらえたのが本当に良かったなぁと思っています。7月には長女と夫が日本に来てくれるので、それまでは離れ離れの時間も大切にしたいなと思っています。ちなみに長女が遅れて帰ってくる理由は、卒業証書を受け取ってから帰ってくるからなんですが、その卒業証書がいつもらえるかまだわからないそうです。そんなことある？って日本人の私からしたら思ってしまいますが、それもインドネシアらしくっていいなぁと思っています。だからまだ飛行機のチケットを取っていないそうです。長女とは毎日何回も何回も電話をして、トータルすると2時間近く話していると思います。一緒に家にいると当たり前になって会話の時間も短かったけど、こうして離れて毎日じっくり話せるようになったのもありがたいなと思っています。はい、今日はここまでです。最後まで聞いてくれてありがとうございました。ほなまたね。